おはようございます。現在の時刻は6時58分です。昨晩もね、車を奥の方に移動させたおかげですごく静かでね、朝までゆっくり休むことができました。よし、外出てみましょう。おー、いい天気。もや出てるのかな。はい、駐車場はね、こんな感じです。昨晩はね、いっぱいあったんですけども、もうトラックのね、方もだいぶね、出発されたみたいです。よし、でね、朝起きてからちょっとずっとね、ルートのことを、調べてました。で、やっとね、今日のルートをちょっと決めたんですけども、まずはね、前回の旅で立ち寄れなかった九州のね、こちらにある鍾乳洞の方にね、行ってみたいと思います。よし、じゃあね、行きましょう。ドライブイン道翔さん、車中泊させていただき、ありがとうございました。110円 OK110 円でした。ということでね、人生3度目かなの関門トンネルにね入りました。このトンネルを使って山口県から九州にね上陸することができます。はい、九州にね再上陸です。やりました。で、着いた早々なんですけども、こちらにローソンがありますんで、ちょっとね寄らせていただきたいと思います。で、なんでローソンって思われるかもしれませんけども、実はね、ローソンにはね、地域限定のコラボ製品っていうのがあって、ちょっと僕がずっとね、食べたかったものがこちらに売られてるはずなんで、今から行って購入していきたいと思います。はい、行ってきます。行ってきます。おーしょー。はい、ということでね、買ってきましたうまかっちゃんおにぎりですね。これはね、九州と山口県の一部限定で売られてるうまかっちゃん味のおにぎりで、僕はねもううまかっちゃん大好きなんで、九州入ったらね絶対食べようと思ってたんで、こちらをね購入させていただきました。で、これとは別にうまかっちゃん味の唐揚げくんっていうのがあるんですけども、あちらはね、こちらのお店では今取り扱ってないみたいで、うまかっちゃんおにぎりだけしかね今回ゲットできなかったんですけども、これだけじゃ寂しいんで大好きなね唐揚げくんのレモン味も、買ってきました。はいですね、ちょっとこちらを早速ねいただいてみたいと思います。いただきます。果たしてお味は。あ、うまかっちゃん味だ。確かに美味しい。これはいいですね。本当にねうまかっちゃんの味が再現されたチャーハンおにぎりです。うまかっちゃんおにぎり最高ですね。よし、美味しかったです。ごちそうさまでした。で、ちなみにね唐揚げくんはいつもの味なんでね、こちらもねちょっとつまみながら鍾乳洞の方をね目指せたいと思います。はい、行きましょう。で、Google マップをね確認してみたら、だいぶうねうねした道をね登っていくみたいです。だからねワイディングロードを楽しめるみたいですね。最高です。おー、すごい登ってきた。おー、景色いい。すごいな山頂なのにから丸っこい岩がゴロゴロあります。面白で、この先ですね。はい、で夜間ね通行止めらしいです。よし、はい、ということで到着でいいのかな。はい、到着です。よし、ということでね、泉仏鍾乳洞っていうところにね到着したんですけども、多分ね鍾乳洞は寒いんでちょっとね暖かい格好していきたいと思います。よし、じゃあね行きましょう。泉仏鍾乳洞、泉仏鍾乳洞。タクシーで来られる方もいるみたいですね。こちらですけども、気温16度、水温14度、厚着が必要です。 OK、 ここをね降りていくみたいです。で、杖が使いたい人はね杖使ってもいいみたいなんで借りていきましょう。あ、いい感じ。角度は急ですけども、一応ねバリアフリーっぽくなってますね。でもね間違いなくね階段通った方が楽そうです。今すっごい下ってるんでね、帰りがめちゃくちゃ上りの大変な予感がします。すっごい下りです。ここは予備知識やるところですね。まだまだ先みたいです。無料送迎バスとか出てませんかね。
よーし、到着です。だいぶね下ってきました。でこちらがね入り口なんですけども、ここすごいですね。お食事処もあるんですね。で鍾乳洞のね断面図があります。で入り口より 900m までで照明がなくなるみたいなんで、ここで引き返す必要があるみたいですね。ちなみに、全長はね 1200m あるみたいです。じゃあね行って帰ってくるのに約 1.8 キロ2キロぐらいあるみたいですね。すごい。なるほど。靴で入れるのが 480m までで、そこからこっちまでは菓子草履に履き替えて行ってくださいとのことです。どうしようかな、行ってみようかな。タオル持ってきてないけど、まあなんとかなるでしょう。ズボンで拭きます。はい、なるほど。菓子草履は無料で貸してくれるみたいです。ありがたい。1個借りていきましょう。その前にトイレ行ってきましょう。トイレもあるのすごい。行ってきます。トイレ使用料大人1人10円です。10円。はい、清潔なお手洗いでした。よし、じゃあ一つね借りていきましょう。隣一つお願いします。はい。だからね靴はねこちらに置いていくそうなんで、もうね履き替えていきましょう。よしよし、じゃあね行きましょう。よーし。はい、ということでこちらがね千仏鍾乳洞ですね。900m奥まで歩いていけそうなんで行ってみたいと思います。行きましょう。おお、いきなりくぐっていくスタイル。わー、ライトアップされてね歩きやすいです。ライト持ってきたらよかったですね。うっかりね忘れてました。すごいな。おお、狭い狭い。あっちの方が何やら明るいぞ。おお、空気がひんやりしててね気持ちがいいです。おお、ひときわ広い場所に来ました。わー、またしてもね狭いところに来ました。おお、すごいな。なんかインディ・ジョーンズかなんかのねアトラクションみたいです。鍾乳洞内はね基本的に平らですね。そこまでね大きいアップダウンもないです。でここから先が奥の細道で、靴がね濡れるゾーンなんで、クロックスの出番ですね。なんかね膝まで濡れるそうなんで、この状態でね行ってみたいと思います。はい、どうかな。おお、冷たい冷たい。これは冷たい。わあ、よいしょ。でもこれは綺麗なわ。よし。でね結構滑りやすいんで気をつけてね行きたいと思います。わあ、休み行った方がいいですねこれ。よいしょい。気持ちがいいな。でもなんかねおしゃれなエリアに来ました。お、初音父。僕はねそういうのちょっとあんまり興味はないんですけども、これは嬉しいですね。触っていきましょう。よいしょ。ここがね一番深いですね。これで言ったらジーパン濡れるな。難所クリア。ここもねすっごい深い。よいしょ。オッケー。はい、ということでやってきました。電気照明ここまで引き返してくださいっていう場所ですね。ここがね洞窟の最後ですね。オッケー、やってきました。すごくね冒険してる感があってね楽しかったです。よし、じゃあねまた帰りましょう。気持ちがいい、楽しい広くなってきました。よし。はい、ということでね千仏鍾乳洞観光してきました。後半ね水の中歩いたんですけども、シャワートレッキングみたいでもうワクワクしてねすごい楽しかったです。楽しかった。でもズボンはびしょびしょです。よいしょい。足拭きタオルね販売されてるんですけども、ここのね鍾乳洞マーク入りとかじゃなかったんでね、今回はね諦めさせていただきます。よいしょ。よし、 OK。 ちなみにね子供用なんかもたくさんあります。で石の土産なんかもねたくさんあるんですけども、カルストまんじゅうとコーヒーとセットがね350円で売れてるんで、こちらもねいただきたいと思います。すみません、カルストセットでいただけますか。アイスコーヒーでお願いします。はい、はい、すいません、ありがとうございます。やったー、カルストセットです。なんかね景色もいいんで、せっかくなんでちょうどね日陰があるんで、こちらでねいただきましょう。いただきます。まずはアイスコーヒーからいただきます。冷たくて美味しい。でカルストまんじゅうのお味は割ってみましょう。お芋のあんこが入ってるおまんじゅうですね。いただきます。美味しい。さつまいもはね自然の味のそのままなんですけども、生地の方にね軽く塩が練り込まれてるんで、さつまいものね甘みを引き立ててます。美味しい。
よし、ごちそうさまでした。のんびりできました。美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあね、またね、駐車場戻りましょう。杖借りてきます。あら、梅ジュースもあったんですね。平尾台で取れた梅で作ったジュースらしいんで、この梅ジュース美味しそうですね。これ持って帰ろうかな、車に。いや、持って帰りましょう。梅ジュースってテイクアウトできますか？お願いします。プラス20円なんです。大丈夫です。はい、お願いします。はい、すいません、どうもありがとうございます。美味しそうなのね、ゲットできました。これをね、持って上がりましょう。戦国鍾乳洞、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 戦仏鍾乳洞、戦仏鍾乳洞。よし、ビクトリー、ただいま。よし、ということでね、戦仏鍾乳洞しっかりね観光できたんで、もうね移動しようと思うんですけども、とりあえず現在地は北九州市近辺にはなるんですけども、この辺りの生き残してた場所っていうのはね、もうこれで OK なんですよね。ですんでいよいよ次はね大きく移動しようと思うんですけども、実はですね、前回僕はね佐賀県のこの辺をね全然回ることができなかったんですよね。でこちらにはね、僕がずっと行ってみたかったご飯どころがあるんですけども、そちらがねドライブイン鳥伊万里本店というところなんですよね。でこちらはね鳥料理がね食べれるお店で、すごくね美味しいとの評判の場所ではありますんで、今からねこちらの方まで移動してお昼ご飯をねいただきたいというふうに思います。ちなみにね、ここからはね140キロも離れてるんで、高速道路を使って移動しようと思うんですけども、移動にはね2時間10分かかるらしくて、着いたらね3時ぐらいになるんですけども、とりあえずねお昼ご飯という格好でね、こちらのドライブイン鳥さんの方にね行ってみたいと思います。で出発前にねこの梅ジュースいただいてみたいと思います。果たしてお味は？あ、美味しい。ね、本当にね手作りの味ですね。すごくね優しくて美味しい味がします。これはね元気出るわ。ここまでね持って上がって正解でした。 OK です。じゃあね、ドリンク飲み飲みドライブイン鳥さんの方にね行ってみたいと思います。行きましょう。おー、ゴロゴロいいわ。よし、無事ね山を降りてきました。よし、ここからね高速道路乗っていきます。福岡方面。はい、ということでね、無事高速道路に乗りました。でちなみにね、高速道路だったら2時間で行けるんですけども、一般道を通った場合は4時間かかるんで、時短のためにね高速道路を利用させてもらってます。高速道路にね信号がありました。すごい。はい、福岡で降りて都市高速っていうものにね乗り換えます。はい、1840円でした。いい道路。よいしょ。おー、すごい大都会に来たような感じですね。また料金所がありました。今度は160円。はい、一般道に、ね、なりました。であと30キロぐらいですね。のんびり行きましょう。ね、こっちを降りたらね虹の松原の方です。でこの先はね無料の高速道路とのことです。ありがたい。はい、佐賀県に入ります。よし、無料の高速道路降ります。でドライブイン鳥にはねもう一つ向こうの出口から降りればよかったんですけども、この先にね道の駅さんがありまして、でそちらではね佐賀県のお土産売られてると思うんで、この先でねお土産どこで買えるかちょっとわからないんで、まずはね道の駅伊万里さんの方に行ってお土産をちょっとね物色してみたいなというふうに思います。はい、よいしょ。はい、到着です。よし、ということで行きましょう。こちらはね道の駅伊万里ふるさと村さんですね。おー、でふるさと特産品とか売られてますね。よし、ちょっと行ってみましょう。伊万里梨カレーとかある。いろんな蜂蜜があります。これいいですね。養冷蔵ですけどもね12月19日まで持つそうなので、こちらいただきましょう。ね、すごいのがありました。実はねこちらは
伊万里牛っていうのが有名で、この道の駅でもね伊万里牛美味しいのが食べれるんですけども、僕は今回ドライブイン鳥さんの方を選んだんですよね。ですんで伊万里牛食べれないなというふうに思ったんですけども、こちらにね伊万里牛ハンバーグがね1個350円で売られてるんで、こちらをねいただきましょう。これすごくいいのがあった。すごいです。小伊万里のねお酒の入ったワンカップが売られてます。これ飲み終わったらゴミじゃなくてコップとしてね使えるやつです。これいいですね。これでこちら一ついただきましょう。これはすごくいい。どれがいいかな。僕はね派手な色が好きなんでね、この色にさせてもらいましょうかね。こちらにさせてもらいましょう。よしよし、この 3.2 にしましょう。はい、お願いします。はいはい、どうも。はい、無事ねゲットです。オッケーオッケー。よし、じゃあねいいものが買えましたんで、ドライブイン鳥さんの方にね行ってみたいと思います。行きましょう。こちらですね。はい、到着です。はい、ということでね、ドライブイン鳥さんにね到着です。ここはね僕がずっと来てみたかったお店で、鶏肉のね料理がすごく有名なところですね。焼き鳥1番、鶏飯2番です。でこちらはね、この鶏飯っていうのがすごく有名で、鶏スープのセットの鶏飯定食っていうのもあるんですけども、こちらね焼き鳥もすごく有名なんですよね。でこのね焼き鳥とセットになった一番定食っていうのが税込み1097円でねいただけるんで、今回はねこちらの一番定食をねちょっといただいてみたいというふうに思います。行きましょう。よしよし、まずね受付しましょう。はい、お土産ね売られてますね。ありますあります。オッケーオッケーオッケー。後でねこちら買わせてもらいましょう。あ、はいはい、ありがとうございます。オッケー、よいしょ。よし、これを決定。はい、ということで、ね、すごいのがやってきました。こちらが鶏飯ですね。量が結構あります。想像したよりも多いです。スープもでっかいです。お肉もね唐揚げサイズのお肉がね乗ってます。これはすごいな。うわー、でもねめちゃくちゃ美味しそうですね。早速ねいただいてみたいと思います。いただきます。まずはね鶏飯からいただきましょう。果たしてお味は。美味しい。この出てき方をしたんでチャーハンっぽいのかなと思ったら炊き込みご飯系ですね。なるほど、美味しい。でもねちょっとパラパラめで味もね優しめなんで何口でもね食べれそうな味です。本当に美味しいなこれ。じゃあねお次はね鶏スープいただきましょう。スープっていうから中華スープみたいな味を想像してたら違いますね。何の味だろう。すごくねいい出汁の効いた和風な感じのスープです。これは美味しい。スープもご飯もねすごく美味しいです。よし、じゃあねお肉も焼いてみましょう。これはでかい。皆さんすいません、緊急事態です。隠し撮りです。今ねお肉を焼きながらねスープを飲んでたんですけども、大変なことにねスープの中にね鳥が隠れてました。これはまさしくね隠し撮りです。美味しそう。半口いただきましょう。せっかくなんで。美味しい。柔らかくてねよく煮えてます。よし、じゃあねいただきましょう。果たしてお味は。柔らかくて美味しい。なんだこの肉。この肉なんか妙に柔らかくて美味しいです。なんでだろう。これはたまりませんね。よし、ということでね美味しいものだらけなんでゆっくりねご飯いただきたいと思います。ということで全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。どれも美味しかったです。大満足です。よし、じゃあねレジの方行きましょう。ということでねお土産もね一緒に購入させていただきましょう。で僕のねお世話になってる人たちにここをね味をちょっとしてもらいたいんで、これとかここもねうまいタレ、これもね購入させてもらいましょう。はい、ごちそうさまでした。よいしょ、お願いします。はい、どうもありがとうございました。 OK ということでね美味しかったです。あとねお土産もしっかり買えてよかったです。よし、じゃあねもういい時間になりましたんで、そろそろ今夜の宿泊場所の方をね考えないといけないんですけども、実はですねこの先に入浴施設が一緒になった RV パーク有田温泉さんっていうところが
あって、そちらはね、軽音だったら1300円で車中泊させてもらえて、ゴミも捨てられて、電気も使えるっていうね、素晴らしい場所で利用させていただきたいなというふうに思ったんですけども、電話したらね、ちょっと今日出られなくてから、何遍か電話したんですけども、繋がらなかったんで、どっかね、別の場所ないかなというふうに探してみましたら、すぐ近くにね、伊万里温泉美遊館さんというね、場所がありまして、何やらゴージャスなお風呂が700円で入らせてもらえる場所で、すごくね、行ってみたくなりましたんで、今夜はね、今からちょっとね、こちらの方に移動して、まずはお風呂にね、入りに行ってみたいなというふうに思います。はい。で、泊まる場所はね、また後で考えます。ということでね、行きましょう。あれあらあらー、本日休館日。おお、困りましたね、これは。そうか、なるほど、了解。はい、ということでちょっとね、今日はね、どうやらお風呂運がないみたいなんで、もうね、お風呂にちょっと入るのは諦めて、明日行く予定だった場所のこちらのね、平戸島の方に向かってね、移動したいと思います。で、こちらにはね、ちょっと海沿いの方に車中泊させてもらえそうなね、場所があったんで、とりあえずこちらの方を目指してね、もう移動してみたいというふうに思います。ちなみにね、42キロで1時間2分で行けるそうです。着いたら7時ですね、もう。とりあえずね、遅くなってしまいましたけども、頑張ってね、移動したいと思います。行きましょう。はい、ちょっとね、ファインズさんっていうね、スーパーに寄っていきます。はい、お腹はね、結構いいんですけども、おつまみ的なものをね、ちょっと買っていきたいと思います。よし、行ってきます。よし、ちょっとね、いろいろ買ってきました。オッケー。はい、お肉とかチーズとかパンとかね、いろいろ買ってきました。1526円でした。たっぷりね、買ってきました。よし、ということでね、もう冷蔵庫に詰めてね、もう移動したいと思います。行きましょう。風がすごい強いな。おお、よいしょ。はい、こちらですね。よいしょ。おお、はい、到着です。こちらはね、16海水浴場でいいのかなっていう場所です。で、奥のこの高校とね、ライトがついてるのがお手洗いですね。で、まさかのね、ライト付きの貸し切り状態で、ちょっとびっくりです。オッケー。じゃあね、ちょっとね、適当にどっかいい場所探してね、車を止めたいと思います。よし。はい。ということでね、こんな感じの位置にね、止めさせてもらいました。ちなみにね、向こうは海で綺麗な砂浜なんですけども、今ね、もう満潮で、風が強いからね、こう波がすごい立ってるんですよね。で、そのしぶきがね、上がってきてて、車に着いたら錆びるんで、あちらをね、一番遠い場所にさせていただきました。ただしね、地面が少し傾いてるんで、カースロープに乗ってね、車を持ち上げて、車内を水平にしたいと思います。よいしょ。OK、完璧。ということでね、今夜の城が、決まったんで、もうね、中に入って、ゆっくりしたいと思います。ちょっとね、片付けます。はい。ということでね、車の中もね、片付いたんで、そろそろね、ゆっくりしようかなというふうにも思うんですけども、その前にね、ちょっと大切なお話なんで、聞いてほしいことがあるんですけども、というのが、僕ね、今回の旅がね、今、すごくつまらないんですよね。というのも、僕はね、縛りのある、条件のあるような旅っていうのがすごい好きなんですよね。で、そういったものがないと、すごくね、旅自体がもうのっぺりしたようなものになってから、ただただそこに行って遊びましたみたいなもので終わってしまうんですよね。で、僕はそれがすごく嫌いで、例えばですけども、真冬の雪中車中泊なんかはもう、雪の中で過ごすことが条件だから、雪中車中泊自体が縛りの一つになってるんで、これはね、僕も緊張感があってすごく楽しめるんで、もう真冬の北海道なんかに行ったらね、条件なしでやらせてもらうようにはしてるんですけども、今回は日数縛りはあるんですけども、金額上限がないんですよね。で、これはね、よくコメント欄で旅に出たらお金をたくさん使えとかっていう風なコメントが結構つきまして、で、僕もね、そういった皆さんの声には真摯に答えようと思ってるんですけども、それをしてもね、僕が楽しくないんですよね。で、僕の動画っていうのは工夫とか困難をどうクリアするかみたいなものの連続で、昔からずっとそうだったんですけども、そこをね、外してしまったら本当にやってる方が楽しくなくって、で、僕もね、みんなに楽しんでもらいたいっていう気持ちはすごくあるんですけども、こうしてほしいっていうことを実践しても僕が楽しくなくっ
、で僕が楽しくないからこそみんなを楽しませることもできないっていう風に今なってるんですよね。で今回の旅を2日間過ぎた時点ではあるんですけども、途中まですごくつまらなくてって思ってたんですけども、さっきね、スーパーでお買い物をするときにいろんなね食材見てから、あ、これであんな料理ができる、こうできるこうできるっていう風なことを考えたらものすごく楽しくって、がぜんやる気が出てたんですよね。ですんでもう今回はこのね縛りがないもう旅っていうのをねやめます。で改めて金額縛りを設けてね旅の方を続行させていただきたいという風に思います。はい、ちなみにねお金を使うのが嫌なんじゃなくて縛りがないのが嫌なんです僕は。でじゃあどうするんだという風に思われるかもしれませんけども、まずですね旅の終わりが10月22日っていうのはねもうこれは変わりません。で変わるのは金額で上限をね全部で10万円にしたいと思います。でじゃあ1日1万円近く使えるからすごく楽にできるよねっていう風に思われるかもしれませんけども、実は今回ねもう最初から大きなイベントを2つ、考えてまして、それがね今まで僕がどうしても行ってみたかった種子島と屋久島にね渡るってことだったんですよね。で今回はこれらの旅を含めた上での10万円旅っていう風にねしようと思うんで、実際ね金銭的にはね相当厳しい旅になってるんですよね。で簡単に今の現状を話しますと、昨日使ったお金が高速代ガソリン代を含めて 12,722 円で、今日使った金額が 7,213 円なんで合計で 19,935 円使ってるんですよね。ですんでもうここまででね約2万円使ってて残り8万円なんですけども、実は鹿児島から種子島に渡って、種子島から屋久島に渡って、でそれからねまた鹿児島に帰ってくるまでに約4万5千円ぐらい使っちゃうんですよね。ですんでもう現時点で、使える金額は3万5千円っていう格好で、この中にはね明日からの移動費のガソリン代も含まれてるということになるんで、もうね一遍給したらね5千円ぐらい必ずいるんで、残りはね実質2万5千円ぐらいですんでね、もう本当にね貧乏旅にねここから切り替わってしまうんですけども、今回ね休息日っていうのをね設けてるんですよね。でその休息日っていうのはこの車中泊の縛りじゃなくて、僕が本当にねそこで遊ぶための日みたいなのを設けてるんで、そこで使う金額に関してはそれはもう旅外とさせてもらいたいのと、あといつも通りねお土産代はこちらも別料金とっていう格好で、22日のね夕方ぐらいまで過ごすのを全部で10万円という格好でやらせてもらったらなというふうに思います。はい、よしということでね、ここからが、僕のね本領発揮の旅となってくるんですけども、さっきねドライブイン鳥さんでご飯食べたんですけども、やっぱりね車中泊といえば車内料理で、さっきねお酒も飲めてなかったんで、お酒のね当てになるような、料理の方を作ってね車内でゆっくりいただきたいと思います。はい、で今回ねいろいろ買ってきたんですけども、今日はねちょっとこの辺を使いましょうかね。キャベツと豚肉です。でこれを使ってね今日はお酒のあてに、ね、なる超薄々とんかつの方を作ってみたいなというふうに思います。よしじゃあねもうねパッと作りましょう。でまずはね豚肉なんですけども、とりあえずね数枚お肉取っておきます。これはねまた別の料理で使います。塩コショウ振ります。まずお肉を入れてパン粉、よしいい感じですね。ちょっとバタバタしてねまな板を忘れたんで、もうねこの紙皿をまな板代わりにします。これぐらいでね勘弁しておきましょう。よし、はい、これはもうミニカツみたいなものがねたくさんできます。意外とたくさんあります。はい、こんな感じですね。でここにねちょっともうちょっとだけね油しておきましょう。追い油です。よいしょ、はい OK。で熱をちょっとこもらせるためにね、上に蓋を乗っけておきます。よし、いい感じいい感じ。 OK、 いいでしょう。はい、揚げ上がりです。よし OK で盛り付けたらね完成です。はい、ということでね美味しそうな一口カツもできましたんでね、早速オレンジゼロでゆっくりねいただきたいと思います。いただきます。果たしてお味は。めちゃくちゃ美味しいです。サクサクでね美味しくできました。これはいい。じゃあオレンジゼロいただきます。たまりません。ちなみにね、200円分ぐらいのお肉でこんだけのね一口カツできました。よしじゃあねちょっとアニメ見ながらねゆっくりとお酒とあてをね楽しみたいと思います。はい、残った油でお餅をね揚げ餅にしてみてます。うまくできるでしょうか。いるかな。はい、いい感じできましたね。あ、火通ってますね。これはすごい油に触れた部分がね全部なんかぶわっと膨れてますね。オッケーオッケーオッケー、楽しいなこれは。
オッケー。よし、簡単なね、砂糖醤油を作りましょう。UCC の砂糖かけて、で、醤油。揚げ餅にはね、砂糖醤油ですね。いただきます。美味しい。中心までね、しっかり火が通ってます。しかも美味しい。あ、これはいいや。フライパンでね、揚げ餅ができた歴史的瞬間です。これはね、宴にするしかないですね。わかりました。はい、黒霧島とね、ヤクルトです。これでね、黒霧島のヤクルト割り、略してね、薬中をね、作りましょう。ちなみにね、言うときますけども、合法です。ということでね、まずはね、こちらに薬を注ぎます。はい、薬。で、中はね、お好みに応じて増やします。これぐらいでいいでしょう。はい、ということでね、合法的な薬中ができました。あー、美味しそうですね。いただきましょう。いただきます。これはね、飲みやすくて飛びますね。乳酸菌も豊富なんで、胃腸にもバッチリです。最高です。はい、ということでね、完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。でね、いい時間になってきましたんで、そろそろね、片付けして休もうと思います。よし、じゃあね、明日以降からね、厳しい旅が始まりますけども、とりあえず寄れる場所をにやってきました。